はいどうも、サイラです。今回は新三国無双8のエンパイアーズで誰でも簡単に修羅を攻略できる方法を紹介します。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を発信しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。修羅にすれば最強ランクの武器とか宝玉がもらえるようになるので、なんとか進めてこの辺もらえるようにしたいんですが、敵が強すぎて相当きついですよね。サクサクいかないっていうところで結構ストレス溜まると思います。今回の方法を使えば最初から兵力を無視してガンガン勢力拡大する、そんなこともできるようになります。まずキャラクターですが、一般的に最強と言われる呂布、これではありません。私も最初は優しいとか普通とか難しいとか、この辺りやってる間は結構呂布使ってました。エディットキャラクターでアクションを呂布にして使っていたんですが、下手くそな私では呂布使うと修羅では簡単に勝てませんでした。頑張ればなんとかなるっていう感じではあるんですが、無双シリーズでいう爽快感っていう意味では楽もできないし、結構厳しいっていう感じで呂布を使うのは諦めました。いろんなキャラクター試していたんですが、その中でそんな下手くそな私でも簡単に勝ててしまうキャラクターがいるっていうことが分かったので、その紹介をしようと思います。ズバリ諸葛亮孔明ですね。今エディットキャラクターの詳細を表示しているんですが、アクションを諸葛亮にしています。諸葛亮は結構優秀な技が多いんです。攻撃力はそんなに高くないんですが、この優秀な技を使ってサクサクいけるっていう感じですね。それではまずキャラクターの攻撃を紹介していこうと思います。まずは打ち上げトリガーですね。こんな感じで風の範囲攻撃になってるっていう感じです。非常に範囲が広くって当たれば敵が浮く、そんな感じですね。ガードされてしまうので武将とか使う時にはちょっと注意が必要っていう感じですね。これがまあ主力になるかなっていう感じです。続いてダウントリガー、こんな感じでこれも範囲攻撃ですね。横に広い感じの範囲攻撃になっています。なかなか範囲も広くて使いやすいかなと思います。続いて気絶トリガー、こんな感じですね。これも範囲攻撃になっているっていう感じですが、これは他の2つに比べると発動が結構遅いかなっていうところですね。あとはそれぞれためがあります。これをためるとこんな感じ。これは多分ガード不能になるんですかね。武将とかガードしても必ず打ち上げできる、そんな感じですね。でためのダウントリガー、こんな感じですね。でための気絶トリガー、これは発動まですごく長いんですよね。なのでために関しては一番がやっぱり打ち上げかなって感じですね。こんな感じですね。打ち上げのためは当たれば必ず打ち上がる、ダウンも当たれば必ずダウンする、そんな感じですね。おそらくガード不能かなと思います。気絶トリガーもガード不能だと思うんですが、いかんせんちょっと発動までが遅すぎるっていう、なんかフニフニってやってから出す、こんな感じなので他に比べると使い勝手落ちるかなっていうところですね。こんな感じの攻撃になっています。それでは実際に簡単に勝てるやり方を実演していきます。フローは使わないですね。これは使わない、トリガーだけって感じですね。武将がいたのでロックをして打ち上げダウン、打ち上げダウン、これだけです。わかりますか？バスケのバウンドみたいな感じですかね。こんな感じで相手何もできないんですよ。もう完全にハメですね。もちろん武将に囲まれることがあるので、そこはキャンセルして位置取りを考えてっていう繰り返しですね。本当にこれで見ての通り敵は何もできない。ただ最初の打ち上げはガードされるので、そこで先ほど説明した最初だけためで上げて、あとは繰り返す、打ち上げダウン、この繰り返しですね。で最初にためをやると必ず吹き飛んでくれるので延々と繰り返す。で打ち上げの範囲とダウンの範囲、これで周りの敵も結構死んでくれます。
ただ後ろにまで攻撃範囲はないので、こんな感じで背後を取られた場合はちょっと位置取り変えていく、こんな感じですね。でこのダウンした時にリアクト攻撃、これを当てていくと、若干ダメージ稼げるかなって感じですが、位置取りがちょっと変わるのでそこだけ要注意ですよね。もう本当にこれで終わっちゃいます。どんな強い敵でもこれでもうハマります。でレベルが上がると攻撃力どんどん上がってくるので、シュラでもこんな感じで簡単に倒していきます。シュラ始めたばっかりは攻撃力ここまで高くないのでこんな簡単には倒せないですが、これをどんどん繰り返せば拠点を落とすのも簡単にできる。でもうひたすらこれを繰り返すんですが、無双ゲージ溜まったら武将なんかに無双技使ってもいいですね。ただしやっぱり位置取りが変わるのでこのハメ外れてしまうと思うので、そこだけ慣れが必要かなってところですね。こんな感じです。で砲撃に関しては斬撃がいいと思いますね。他でもいいんですけど、氷とかでもいいかなと思うんですけど、斬撃の方が雑魚敵を一撃で倒したりとかそういうこともできるのでおすすめです。こんな感じで武将も倒しつつっていう本当に無双ゲームができてるかなっていう感じですね。もちろん今レベルが結構高いのでここまで簡単に倒せますが、本当に序盤始めたばっかりのレベルが低い頃っていうのは結構武将大変ですね。かなり時間かかります。兵力ゼロでやった時なんかは5分10分ずっとこの打ち上げ繰り返したんじゃないですかね。でその時は最後の拠点のボスだけおびき出して1対1の状態作って攻撃すると、背後から他の武将に叩かれるともうそれで瀕死になってしまったりするので、そういうことにならないようにっていう感じで戦っていくといいと思います。余裕があったらリアクト攻撃を入れる、余裕がなかったらこの繰り返しをするだけ、それでいいと思います。で慣れるまでは倒したい武将を引きつけて1対1でいいと思うんですが、慣れてくると今私がやったみたく複数の武将を巻き込んで戦えるようになります。これでも十分倒せます。できれば敵の拠点とかで戦うと周りの雑魚敵も合わせて倒していくので、無双ゲージとか軽ゲージとか溜まってくるので、溜まり次第使っていくっていう感じがいいと思います。私はこんな感じで飛型をセットしているんですが、見ての通り体力回復ばっかり入れています。というのも一発食らうとやっぱり結構ダメージ食らうんですね。特に序盤とかだと 2,3 発で瀕死、そんな感じになってくるので、できるだけ体力回復、あとは無双乱舞使えるように無双ゲージの回復、こういったものを入れています。特に修羅で攻撃タイプの飛型を入れてもそんなにダメージ与えられないんですよね。なので回復系入れた方がいいかなと思います。たまり次第使っていくって感じですかね。武将と1対1になるとこの辺一切たまらなくなってしまうので、慣れるまでは1対1でいいんですけど、慣れてきたらどっかの拠点で合わせて戦っていく、そんな感じがいいと思います。ここで言うとこの右下この部分ですね、ここは拠点は落ちないので敵は無限湧きしてくるので、ここで戦うといろいろゲージも回復しつつ、そんな戦い方はできるかなと思います。体力回復か攻撃力アップ、この辺の飛型を使うといいんじゃないかなと思います。ダメージ与える技を使うと敵の位置がずれてしまうっていうので、ハメが外れてしまったりとか、起き上がりガードされて反撃食らう、そんなこともあるので、慣れるまではひたすらこれではめ殺しっていう方がいいと思います。背後から敵が来たりとかそういうことがあるので、先ほどお見せした通り打ち上げを打った後キャンセルをしたりとか、こういう感じで位置取りをちょっと気にしてもらって回り込まれないようにすると。こう今当たってないのでこう近づいている、この辺からやっても当たらないので近づいて当てる、ずっと打ち上げをやる、このやり方でもハマりますけど、ただダメージは低いんでやっぱりこのバウンド状態、これを作るのがいいと思うんですね。でここでリアクトも当てていく、こんな感じですね。ダメージ食らうと一瞬で解けるっていうところだけ注意してください。あとは特殊技、これですね。これについては使い勝手はいいんですけど、発動した後の硬直時間が長いので正直おすすめしないです。もうこれでいいです。この
バウンド攻撃、これをひたすら繰り返す。これで十分です。これが1つ目の簡単に倒せる方法になります。それではちょっとシーンを変えて別の方法もご紹介していこうと思います。見ての通りですが、馬上攻撃になります。この武将でやってみましょうか。こんな感じです。わかるでしょうか。ずーっと打ち上げ攻撃をやるだけ。こんな感じですね。後ろも含めた完全に範囲攻撃になっていて、ひたすらこれをやるだけ。そんな感じになっています。で、相手はもう見ての通り、トランポリンで跳ねてるかのようにひたすらポンポン飛んでると。こんな感じで一度打ち上がればいいんですが、敵からの攻撃だけちょっと注意が必要かなって感じですね。私の場合はこれでやっていて、敵から攻撃を受けて落馬したりとか、大ダメージを受けたりとか、そういう場合に無双ゲージ使って、無双乱舞使って吹き飛ばしてもう一回乗ると。あとは見ての通りガイドされるんですね。ちゃんと浮き上がって、一度浮き上がればはまります。そこまでがちょっと注意ポイントですかね。あとは範囲外に行かないように、若干微調整しながらずっと追っかけていく。そんな感じですね。もうこれ武将倒してますよね。あとは普通の拠点ダッシュするのにも非常に向いてます。でそのまま降りないで移動できるので、石飛ばとか移動速いやつに乗ったまま移動していけば一気に拠点とかも落とせる。こんな感じですね。で武将が近くにいると拠点を落とせないんですけど、今後ろから来てますが、こういうのが来てダッシュできない場合はもう次の拠点に行っちゃう。こんな戦い方もできますね。でダメージ面に関してで言うと、先ほど説明した、地上のこの打ち上げダウン、打ち上げダウンでリアクトみたいなのを入れていった方が断然ダメージは高いです。背後からの攻撃とかそういうものはカバーできないので、これは正面にしか竜巻出てないので、雷出てないので、背後からの攻撃っていうところが弱いので、そういうところは馬だとカバーできる。これは完全に後ろにも攻撃範囲がある、周囲を完全に巻き込める、そんな攻撃になってますね。この風でも属性乗るので、やっぱり斬撃一番いいかなと思いますね。雑魚なんかはこれで簡単に倒せる。そんな感じですね。範囲内で当てて引っ掛ければ、あとはもう連打する。今もずっと起き上がってますね。そんな感じで簡単に倒せる。複数でできた時、あとは最初の打ち上げるまで、そこが注意ポイントかなと思いますね。で飛型ゲージとかも回復するので、こんな感じで体力も回復してあげる。まっとうに戦って全然クリアできるっていう人はこんな技使わなくてもいいと思うんですが、これを使うと修羅でも簡単にクリアできるようになります。呂布を使っても勝てない私がこれを使ったら、本当に修羅であっても無双ゲームっていう感じで戦えるようになってきます。私は難しいまでは普通にクリアしていって、2級の武器までは取っていたんですが、そこから修羅に変えたらもう別次元の強さになって勝てなくなったんですが、そこでいろいろ試行錯誤していて見つけたっていう感じですね。これを見つけてからは始まってすぐに武将相手に突っ込んでいって即落とす、もしくは馬上攻撃でいろんな拠点を落として回る。兵力が負けていても無理やり倒せてしまうので、そういうので戦況を覆すっていうこともできます。この方法を使って一気に勢力を拡大する、そんな感じで戦うことができました。皆さんもやってて修羅絶対無理っていう方は、この方法を使うとすごく楽になります。一旦このやり方を使って武器とかを集めきってからお気に入りのキャラクターでやり直す、そういうのもいいのかなと思います。ぜひ試してみてください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。感想コメントお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。